よかった。ちょうど他们现在应该都已经不住学校宿舍了。こちらお手紙になります。ありがとうございます。誰からだ？パウロからだ。ルーデウスへ。魔法大学に入学するんだってな。おめでとう。いろいろあったが、お前がお前の道を歩いてくれるのを嬉しく思う。エリナ・リーゼから聞いたと思うが、ゼニスのことはなんとかなりそうだ。あいつにもよろしく言っといてくれ。俺たちは今イーストポートにいる。これからベガリット大陸へ向かうところだ。ベガリット大陸はマ大陸の次に過酷な土地だ。子連れで渡るにはちとはばかられる。そこでアイシャとノルンだけお前のところに送るって案が出た。もちろん子供だけで旅をさせるのも危険な話だ。また離れてやきもきするくらいなら連れて行った方がいい。そう思ってた時にある人物と再会した。お前も知ってる人だ。その人が子供たちの護衛を引き受けてくれるって言ってお願いした。お前も肯定是瑞杰路德。アイシャはお前に似て器用な子だ。頭もいい。ノルンはお前やアイシャとは少々違う。お前のことも嫌ってるし、アイシャともあまり仲が良くない。兄貴として嫌がらずに面倒を見てやってほしい。とりあえずそんな感じだ。何でもかんでもお前に任せることになって申し訳なく思っている。よろしく頼む。パウロ・グレイランドより。我还记得瑞杰路德就是在诺伦走的时候拍拍他的脑袋。申し訳なさの溢れた手紙だ。だが俺に対する信頼も感じる。信頼には応えねばならんな。長男だし。それにしても護衛を引き受けてくれたある人物って誰だ？我好想他呀。どうしたの？ルディが浮かれるなんて珍しいね。ああ、父さんから手紙が届いたんだ。パウロさんから？みんな無事みたいだ。そう、よかった。真他什么时候能被救啊？还是说就已经不用救了？この家に住まわせてあげようと思ってるんだけど大丈夫かな？もちろん、賑やかになるね。こうして結婚して家を構えたのも家族のためだったのかもしれないな。いずれはパウロたちと一緒に暮らしてもいい。それにしても元真的把大家都当做家人。なんとも感慨深い。いただき这ます。是新的生活。幸せだ。こうやって帰る場所があって毎日好きな人と一緒にご飯を食べられるなんて、シルフィーには感謝だな。なあシルフィー、何か俺にしてほしいことないの？じゃああれ教えてよ。ルディが入学試験の時に使ったあれ。ああ、ディスタブマジックか。お安いご用です。手取り腰取り教えてあげましょう。代わりに僕、治癒魔術を教えてあげる。一応上級までなら使えるしね。ありがとう。というわけで夕食後はお互い魔術を教え合うことになった。这就是学霸之间的恋愛吗？治癒魔術も他の無影症と変わらないと思うんだけど。もしかして術を受けている側の感覚がわからないんじゃない？確かに俺には魔力で干渉される側の感覚がない。攻撃魔術なら血流のように感じることができるのだが。なんかちょっと安心した。ルディにもできないことってあるんだね。悔しいけどそうみたいだね。じゃあ次はシルフィーの番だ。そういえばシルフィー。何？今集中してるから。俺たちの子供ってさ、やっぱり魔術の才能があるのかな？已经想这么远了。それは生まれてみないとわからないよ。だよね。でも僕はエルフの血が濃いからできにくいというか、僕に子供ができなかったらおめかけさんを迎えてもいいからね。s'il vous plaît。そんなことするつもりはないよ。
俺が欲しいのは子供じゃなくて好きな相手との愛の結晶さ。真的吗？愛してるよシルフィー。僕も愛してるよ。この魔法陣が成功すれば次の段階に進めるわ。ここ1ヶ月根を詰めて描いていた力作。终于摘下面具2年了。間の集大成だ。一応この魔法陣が何をするものか聞いてみても。異世界の物品を召喚するわ。また転移災害とか起きないだろうな。大丈夫よ、理論上はね。その理論を聞いてみても。大きくかつ複雑なものを召喚しようとすればより多くの魔力が必要だと今までの実験で判明したわ。つまりこの世界の魔術にはエネルギー保存の法則が。この世界でおかしいことは大抵魔力が肩代わりしているということ。なるほど。他是守火魔恒的。術で中空に岩が出現するのは辺りの魔力を岩に変化させているのか。じゃあ説明は終わり。始めましょうか。はい。何かおかしい。魔法陣の光り方に滞りがあるような。啊！花了2年的时间啊！ともあれこれは。失敗ね。ご苦労様。今日はもう帰ってもいいわ。まあこういうこともあるさ。七星真让人心疼。では失礼します。七星はここ最近随分と張り毕詰めて。竟他在这个世界待的时间越来越久了。かなり響いているんじゃないだろうか。いや、七星はあれでいて結構強そうだ。失敗を失敗と受け止めるだけの度量はあるだろう。哦，七星。哦。おい、大丈夫か？七星现在真的就很崩溃了，已经。今日は休もう。師匠、ザナバ、いかがなされましたか？七星がやばい。助けてくれ。病気ですか？似たようなもんだ。ならばまずは医務室へ運びましょう。師匠、ヨが運びます。丁寧にな。無論です。さあ、サイレント殿、道を開けろ。なるほど、彼女は好きで研究をしていたわけではなかったのですな。七星他把自己逼得太紧了，完全没有什么休息，应该都。グランドマスター、顔ひどい。ああ、俺はブサイクだからな。シルフィーに相談してしばらくは七星を俺の家で世話しようと思う。こういう時に一人にするのは危険だ。それがよろしいでしょうな。ザナバ、家まで運ぶのを手伝ってくれる哦，か？鲁迪他明白，那种绝望的眼神，都怕他寻死了。グランドマスター、何ですか？他只是看上去很坚强。シェリー、
ザノバに不得不用意してもらってるか坚强。はいマスターにはご飯たくさん食べさせてくれます。そうかそうか。マスターはご飯をたくさん食べさせてくれますだな。マスターはご飯をた朱くさん食べ莉させてくれます。吃好多饭就已经很幸福七了。星はちゃんとご飯を食べていたのだろうか。好きなものを誰かと一緒に食べるだけで立派な精神安定剤になる。彼女はどうだったのだろうか。俺は彼女のことをほとんど知らない。他的生活跟卢迪是截然秘密を不同的。共有してるのに。まだ眠ってる。相当疲れていたみたいだね。一応中魔術をかけておいたけど。ありがとう。護衛中にごめんな。そうだ着替えさせた時に赶紧把这个拿走吧。一応預かっておくよ。鲁迪当时也想拿这种小刀サイレン自ト殿は。尽。さてな。何にせよ助かったよザノバ。ええ、師匠にはいつもお世話になっておりますからな。師匠の方こそ大丈夫ですか。なんでだ。今のサイレント可能让のような顔色鲁をしております。迪也想到了之前的自己。少しな。昔の辛いことを思い出したんだ。聞いてもよろしいですか。俺もああやって無気力になって閉じこもったことがあっただけさ。世には分からん感覚ですな。でも俺はわかる。少し境遇が違えばああなっていたのは俺だったかもしれない。とにかくまた助けが必要であれば世におっしゃってください。力だけは有り余っておりますので。ああ頼むよ。天呐，七香！腹減ってないか。なんか食いたいもんがあればシルフィーに頼んでおくけど。そうだ、ポテトチップス食べるか。他想回うまそうに食ってただ去。ろう。風呂も沸かすぞ。心の選択っていうし。なんかあったら呼んでくれ。全部塞いだと思ったのよ。魔法陣は基盤みたいなもの、いくつものパターン回路を組み合わせることで一つの機能を作り出す。けれどどうしてもあの一点回路がつながらなかった。物理的に無理なのよ。つまり私は家に帰れないってこと。不仅仅是这次失败，是他已经看不到回去的希これを望了。見てほしい。魔法陣か。師匠、これはどういう種類の。サイレントが研究している召喚魔法陣の図面だ。ちょっと行き马詰まったから上就决定要帮みんな他了。の知恵を借りたい。后面还有那人偶我。々は召喚魔術は専門外ですが。まあ解決できなくてもいいさ。逆可以問に分野が Loxy 違えば出てくるアイデアも違うだろうし。とりあえずこの部分を見てくれ。ここで魔力が途切れるらしいんだがわかるか。ああ、ここで切れてるのか。これにつながるのはそこか。ここに魔力を流すのに何かアイデアはありませんか。あっちとこっちがこうなってるから。これは難題だな。一から書き直せば。いやでも無理だな。多重構造にすればいけるのではないですか。多重構造？何の話だ？世の研究をしている人形はいくつもの魔法陣を重ね合わせることで一つの効果を生んでいる。とはいえ世も研究を始めたばかりで好複杂呀まともな魔法陣など描いたことはないのだが。待て、人形ってそこにあるこの間のやつか。ちょっと見せてくれ。これを作ったやつは天才だな。おこんな魔法甚至可能陣は見不一定たことがない。
是这个世界的人，全然理論がわからん。或者要么就是神人了。重ねているのか？いや違う、もっと多重なんだ。它是在每个关节上都有一个魔法阵，是で吗？も折れているのに動いていたし、なんだこの魔法陣は！世もまだ詳しくはわからんのだが、找到制作这个人，哦，但他已经死了。肘の動きを制御するための魔法陣であるらしい。はいはい天才のあなたにもすぐ理解できますよ。分かっている。クリフ先輩、この人形に使われている技術を使えばサイレントの魔法陣の問題は解決すると思いますか？わからない。けど可能性はあると思う。主要就是要有新的一些希望，别彻底绝望了。终于有高光了。そうかそうかそうか、何も平面にこだわる必要なかった。そうね、そうよ、紙に描いたって厚みは出るのよ。積層させればどれだけでも大きな魔法陣は描けるんだわ。どうしてそんな簡単なことを思いつかなかったのかしら。哦，七星，違う、こうじゃない。おい、こうじゃないのか？あ、そ不要再一个人去承担这些了，当然だ。寻求一些帮助。僕は天才だからな。じゃあこれはどうすればいい？ちょっと待って、ここはこの式が使えるな。じゃあここはこれでいけそう。なるほど、斬新だが可能か。不再是把自己封闭在屋子里了，让更多人能够去跟他合作。哦，好为七星感到高兴。では起動します。哦，これはすごいですな。なんだこれは。ガラスか？違うな。もっと柔らかい。たかがペ塑料ットボトル。瓶。よしよし。されどペットボトルだ。成功ですね。これでようやく次の段階に進めるわ。積層構造の魔法陣、これを突き詰めていけばおそらくどんなものだって召喚できるわ。现在还只是一些小的、非生命的东西。世話をかけたわね。ギブアンドテイクでしょ。今度僕が困った時に助けてくださいよ。もちろんよ。今日はパーッと祝いましょう。もちろんあなたのおごりで。しょうがないわね。でもそれであなたたちへの貸し借りはなしよ。好好啊，七星就是加入他们这个阵营，大家坐在一起吃饭的人越来越多了。哦，今日はありがとうございました。この手の集まりは好きじゃないので、前世では一度もしたことがなかった。でも辛いことがあった時、周りの奴らに助けられたらきっと嬉しくて喜びを分かち合うために騒ぎたくなるんだろう。啊，这点我跟鲁迪一模一样，我也不是很喜欢很多这种聚会。人生は辛いことばかりだからな。但是真的就是遇到这样子，能大家聚在一起，互相互助，然后能得到一个满意的结果，一定是非常非常高兴的。
他们已经来了。旁边是不是瑞杰路德？两个小可爱，他还带着那个 dead end 的标志。ルーデウス、久しぶりだな。はい、お久しぶりです。真的太高兴，瑞杰路德大回归了。七星在鲁迪一离开那个房间就开始情绪大崩溃，真的太真实了。他虽然表面上看上去很坚强，但是他一直以来的这种焦虑孤独是其他人无法理解的，只有他是真正在这个异世界中的异类。虽然他的很多钻研有了一些小成果，而且他也非常的聪明能干，在这个时候发现自己这个集大成作又这样子失败，真的很难想象他到底承受了多大的压力。最后真的就是眼神一下就暗淡了下来，整个人都完全萎靡了，甚至都可能已经有了寻死的这种心思。魔法学院的大家也真的都太暖心了，马上就是给予了七星非常多的支持。遇见鲁迪也非常的幸运，不仅是因为他们都来自曾经的日本，鲁迪是完全不会就这样抛下七星不管的。正是因为鲁迪他在低迷的时候，就是靠一些大家的帮助，还有这个环境和处境的变化，才让他慢慢好起来，走过了他的这个低迷。所以他更知道七星在这个时候不能独处，需要给他一些环境上的改变，也需要一些周围人给予他外界的这个帮助，不能让他留在自己封闭这样的世界，更容易这样耗下去，不断的把自己越逼越紧。这样的话肯定是就是承受不了了。那前世的鲁迪把自己就是关在自己房间里，七星是在异世界里面把自己关在他的这个研究所里。鲁迪也意识到自己可能也会像七星一样走到这条道路上。这回鲁迪明白要在需要帮助的时候接收别人的帮助，而不是把他人给这样推开。我也很高兴七星终于就是不再封闭自己的这个世界，而是接纳了大家的友善的这个帮助。人多力量大嘛，这回不用上好几年，他们也可以完成出来这样子巨大的魔法阵了。其实做研究或者学术类的时候，我觉得很容易就是可能陷入一种思维方式，很容易会达到一种瓶颈期。这个时候就是需要一些大家的这种集思广益，头脑风暴之类的，就像鲁迪和扎诺巴、克里夫他们做的这样。就算不能直接的达到一个很好的一个结果，但是多少也能帮助自己拓宽一些思路。看到七星这个小小的闭塞的完全没有一点生活气息的这个房间里，充斥着这些大家一起非常生活化的片段，不管是一起钻研还是有一些小打小闹，都让我非常的感动。看到他就是摘下自己的面具，就是面对大家露出了应该是第一次见到了他的笑容，真的太感慨了。鲁迪也是最开始只有跟扎诺巴2个人一般一起吃饭，现在逐渐的扩大到了一个很大的长桌，都坐满了他的伙伴。很喜欢这种大家其乐融融的时光。最后七星也是感觉拿着勺子要唱歌，有点像那种可能卡拉 OK 的感觉，定格在大家尤其是七星这种非常非常发自内心这种笑容的画面上。真的好希望这样的时间能够更长一点。我也很喜欢就是最后紧接着这一段应该是特殊异地吧，就是很现代音乐的那种感觉，更偏为流行的这个 ending， 而不是无职一般情况下的那种 ending。非常非常能共鸣到鲁迪最后说的这段话。我也不是一个非常喜欢特别多社交的人，但是如果在这种低迷的时候需要帮助的时候能站出来帮助自己，或者说是能解开他人的这种烦恼，是一定会非常开心，而且会想要去庆祝的。因为人还是无法真正完全做到只有自己这样生活下去的，离不开人与人之间的这种交互。那这视频就结束了，我们下期再见，拜拜。